皆さんこんにちは。トニー高谷です。前回は床板の切り出しから車体へのねじ止めまでを行いましたが、今回はその床板に手を加えていきます。最後までよろしくお願いいたします。まず床板に枕張りを取り付けるための穴を開けます。車体に床板を取り付けた状態で長手方向の取り付け位置に収支をします。枕張りは霞の製品の再利用になりますが、つま板側にはこちらの枕張りを取り付けます。取り付け穴が直径 5.8 ミリと中途半端な数字になっています。正確な穴が開けられるボール板なら一発で可能ですが、手作業なのでまずは5ミリのドリルで穴を開けます。ピンバイスやミニルーターは 3.2 ミリの穴までしか開けられません。それで以前はこのようなハンドドリルを使用していましたが、ハンドルが外れて壊れてしまいました。かなりブレが大きかったので精密な穴は開けられませんでしたが、使い勝手は良かったです。代わりに今回は DIY 用に買った充電式のドリルを使ってみます。はじめに 1.6 ミリの下穴を開けてから充電ドリルで穴を開けます。ところがなかなか穴が貫通してくれません。ようやく開いたものの位置がずれてしまいました。もう一枚の床板も同じような結果になってしまいました。以前使ったドリルが行方不明なので、充電ドリルに付属していた中国製を使用しましたが、切れ味が悪く、やっぱり国産の藤越等を使うべきでした。穴の位置のズレはミニルーターとヤスリを使って修正します。修正が終わったらこちらのリーマーを使って穴を広げます。テーパーリーマーとかシャーシリーマーとかの名で売られていますが、先端を穴に入れてハンドルを回すことで穴の直径を広げることができます。切削面もきれいな円形の穴になります。時々穴がずれていないか確認して、ずれていたらヤスリで修正します。またリーマーの切削部の刃がまっすぐではなく斜めになっていますので、穴自体も斜めのテーパー状になります。それで裏からも切削したり
ヤスリで修正を加えたりします。結構使いやすい工具で、自作のティハ80はこれを使って枕張の穴を開けました。少しでも早く穴を開けられたらと思って充電ドリルを今回使いましたが、最初からリーマーを使っておけばなぁと悔やんでいます。使用機会は少ないかもしれませんが、3ミリくらいの穴から広げられますのでおすすめの工具です。次は運転室側の枕張の取り付けを行います。こちらにはモーターを取り付けますので、板状の枕張になっています。ただ今では縦型モーターと呼ばれるこのタイプのモーターはずっと以前に製造中止になっていますし、インサイドギアも販売終了になっています。こちらの枕張は直径2ミリのネジで床板に固定しますので、ネジ切りが必要になります。ネジ切りにつきましては前回かなり時間を割きましたので、今回の動画では省略します。ここではモーターとインサイドギアが通る穴を開ける前に枕張を取り付けましたが、その方が枕張の位置を決めやすいという利点があります。枕張を一旦取り外して、モーターとインサイドギアが通る穴を開けます。1ミリくらいの厚さになると、各コーナーで糸のこの向きを変える際に刃を折りやすくなりますので、四隅に休み穴を開けました。穴を開け終わったらモーターの取り付けといきたいところですが、今取り付けるとこの後の作業がやりにくくなりますので後回しにします。次回の動画で取り上げますのでしばらくお待ちください。次は運転室の下に床板の床板といいますか、スカートや連結器を取り付けるためのスペーサーを用意します。こちらは厚さ1ミリの真鍮板から切り出しました。そしてこのスペーサーにスカートを取り付けます。スカートは霞の製品に取り付けてあるパーツを使用します。スカートの塗装を剥がすと真鍮ではなく黒っぽい鉄板のような姿を表しました。まさかと思って磁石を当ててみると反応しませんのでほっとしました。今から50年くらい前の霞製品の床板は鉄板が標準仕様で、中には車体まで鉄板という製品がありました。一応錆止めにメッキが施されてありましたが、コスト削減とはいえメッキという面倒な作業までして鉄板にこだわった理由が分かりません。そんなわけでスカートが鉄製ではないかと疑ったのですが、スカートについてはメッキまたは黒染めを施された真鍮製のようです。スカートを取り付けていきますが、幅がやや狭いのでスペーサーに取り付けようとすると画像のように左右が開いてしまいます。まず真ん中からハンダ付けして、その後は隙間とかカーブを金槌で叩いてスペーサーに沿わせるようにします。さらに押し付けるようにしながら強制的にハンダ付けで固定します。スカートをスペーサーに取り付けたら床板にスペーサーをねじ止めします。スカートを
取り付けると引き締まってかっこよく見えます。細かいことを言うと、側面への回り込みが短くなっていて、1ミリか 1.5 ミリの帯板で延長しようかと思いましたが、あまり印象が変わりそうにないので、そのままにしています。次は床下器具を取り付けるために直径3ミリのネジ穴を開けます。こちらのプラ製の床下機器には不満な点があって手を加える予定ですが、基本的にはそのままの形で利用します。実はこれまで2ミリ以下のネジ穴は何度も開けてきましたが、3ミリのネジ穴は今回が初めてになります。それでいつも使っているタップハンドルが使えませんので、新しいのを買いました。宝山というメーカーが作っている国産品で、ヨドバシで900円ほどで購入できました。3ミリから6ミリのネジ用で、以前から使用しているものと比べてかなり大きいです。重さも少しありますが、使ってみて違和感はほとんどありません。ちなみにこの製品で2ミリのタップも使用できました。今回使った3ミリのタップは以前に知人から譲り受けたものの中に入っていたものですが、ようやく使用する機会が訪れました。今度は台車回転防止用のストッパーを取り付けます。自作する際は太めの真鍮線を使ったり、全く取り付けなかったりでしたが、せっかくパーツがありますので、これを移設して使用します。最後につま板側の連結器や床下機器類を取り付けるためのスペーサーを作ります。運転室側は1ミリの真鍮板を使用しましたが、こちら側は厚さ 1.2 ミリのプラシートを使います。これを床板に取り付けるためのネジ穴を開けて、今回の動画を終了する予定でしたが、ネジ穴の位置をどこにするか考えがまとまらず、次回以降に持ち越しといたします。ということで、今回もご覧いただきありがとうございました。